皆さんこんにちは。レジン大好き高闇です。今回の動画ではシルコさんに教えていただいたキャンドゥのマグネットネイルを紹介します。マグネットジェルはセリアさんでも販売していますが、こちらはなんとライトを必要としない新しいマグネットネイルです。マグネットをきれいに浮かび上がらせるテクニックやマグネットジェルとの違いをレビューするので、ぜひ最後までご覧ください。それでは新しいマグネットネイルの使い方始まります。こちらがキャンドゥで購入したマグネットネイルになります。私はこちらのカラーしか手に入れることができませんでしたが、数種類色の展開があります。先ほど試作を作っていた関係ですでにネイルが混ざり合っているのですが、こちらのマグネットネイル分離がしやすく、棚に並んでいる時は2層に分かれていました。ボトルの中に攪拌ボールが入っているので、とても簡単に混ぜ合わせることができました。深みのある緑なので葉っぱを作るのに良さそうなお色です。それではこちらのマグネットネイルをセリアのカラージェルネイルと比較しながら使っていきます。こちらのシリコンモールドでマグネットネイルを塗る土台を作っていきます。大きさによって色ムラなどの差が出るのか気になるので、3種類の大きさで土台を作ります。レジンライトで固めていきます。こちらのマグネットネイルはレジン液に直接混ぜ合わせることはできないので注意してください。固めることができたらモールドから取り外して台に固定します。固定することができたらマグネットネイルを塗ります。マグネットを近づけます。綺麗に模様が浮かび上がりました。この辺少し白っぽく見えるのは塗りムラになります。少し塗りムラができてしまったので、もう一度模様を作り直します。綺麗に模様が浮かび上がってきたのですが、ここにぷくっと膨らんでいる部分があります。こちらのマグネットネイル、あまりマグネットを近づけすぎるとネイルが引き寄せられて、このようにぷくっと膨らんでしまいます。磁石との距離に気をつけながらもう一度塗り直しましょう。ネイルが乾いてきたため、ややマグネットの動きが鈍くなってきました。こちらはこのまま放置します。続いてセリアのマグネットジェルを塗っていきます。こちら以前別の動画でご紹介したことがあるのですが、こちらのスペースグレイは売り切れていたためご紹介することができませんでした。レジンにスペースグレイを塗りつけます。磁石を近づけていきます。先ほどと比較しやすいように同じ模様を作ります。模様を作ることができたらレジンライトで固めていきます。マグネットジェルはしっかりと光が浮かび上がっています。一方マグネットネイルはふんわりと光が広がっています。今度は磁石の種類を変えます。こちらの強力マグネットを使って模様をつけます。まずはマグネットネイルから。強力マグネットを近づけていきます。
先ほどよりもくっきりとした模様が浮かび上がりました。続いてマグネットジェルを塗ります。磁石を近づけます。レジンライトで固めます。強力磁石を使っても両者とも問題なく模様が浮かび上がりました。磁石を近づけた時の感覚としてジェルネイルの方が磁石が動くのが遅いように感じました。一方マグネットネイルは磁石がとても素早く動いてくれました。ただ固まるのが早いので少し急いで作業しなければなりません。こちらの大きい土台にマグネットネイル、マグネットジェルを塗って塗りムラがどれほど出るのかチェックしていきます。大きければ大きいほど塗りムラは出やすいです。磁石を近づけます。このまま放置して固めます。続いてマグネットジェルを塗っていきます。磁石を近づけます。レジンライトで固めていきます。マグネットネイルよりもマグネットジェルの方がムラなく塗ることができました。ただこちらのマグネットネイル、このお色だからかもしれませんが、塗りムラの出方が美しく、塗りムラが模様のように浮かび上がっています。6つのサンプルが出来上がりました。マグネットジェルとマグネットネイル、5つ違いを見つけました。まずこちらのサンプルを見てほしいのですが、マグネットジェルはくっきりと模様が浮かび上がり、マグネットネイルはふわっと模様が浮かび上がっています。この辺は好みによるのですが、私はこのふわっとした広がり方がとても好きです。2つ目、マグネットジェルに比べてマグネットネイルは作業中の匂いがきついです。私はもともとマニキュアの匂いが得意ではないのですが、こちらのマグネットネイル、マニキュアの中でも強い匂いを発します。特に乾く時に強い匂いを発するので、空き部屋などで乾燥させるのがおすすめです。3つ目、マグネットジェルネイルは磁石を近づけるときに少し距離を空けないとネイルが磁石にくっついてしまいました。一方マグネットジェルの方はかなり磁石を近づけてあげないと反応が鈍かったです。マグネットジェルは磁石を近づける、マグネットネイルは少し磁石を離す必要がありそうです。4つ目、マグネットジェルはライトに当てるまで固まることはありません。一方マグネットネイルは乾いてしまうと修正ができなくなります。ただこちらのマグネットネイルの方が磁石の反応が早いので作業自体はスピーディーにできそうです。一方マグネットジェルの方は磁石の動きが遅く感じました。素早く作業をしたいときはマグネットネイル、ゆっくりと作業したいときはマグネットジェルを使うのがおすすめです。5つ目、マグネットネイルは塗りムラができませんでした。マグネットジェルは塗りムラができやすかったです。この辺りの小さめの土台に塗る場合は問題がありませんでしたが、少し大きめの土台に塗ろうと思うと塗っている間にネイルが乾いてきてしまってムラができてしまいました。マグネットジェルの方はマグネットネイルよりも液体が柔らかいのもありましたし、塗りムラができたとしてもしばらく時間を置いてあげるとムラがなくなってきます。
ただ今回のお色だけかもしれませんが、とても綺麗な塗りムラができるので、作品によってはムラがあるマグネットネイルの方がおすすめです。ムラを出したくないときはマグネットジェルがおすすめです。今回は新しいマグネットネイルのご紹介をしました。最後にマグネットをきれいに浮かび上がらせるコツを共有します。きれいにマグネットの模様を出すためには、マグネットをきれいに混ぜ合わせましょう。使う前には必ずこのようにボトルをくるくると回します。きちんと混ざっていないと磁石がうまく反応してくれません。